皆さんこんにちは、のばなです。小学校の冬休みも終わり、また日常が戻ってきました。今朝の気温はマイナス3度と、まためちゃくちゃ寒いですが、暖かい布団があること、暖かい家があることに本当に感謝です。2024年は16時間断食を休憩し、朝は日本食にしようと思います。納豆はいつもこの納豆24さんから購入しています。朝から納豆贅沢です。息子も納豆が好きなので納豆ご飯にします。いっぱい出た。ストーブでご飯が美味しく炊けると読んだので、最近はストーブでご飯を炊いています。余ったご飯でおにぎりを作って息子のお弁当に入れます。お弁当は10時くらいに食べるものなので、あまりたくさん入れる必要はありません。朝から家族分のお弁当を作られている皆さんには頭が上がりません。本当に尊敬します。どうやって入れるかな。何？待って、もう一回ご飯のせなあかん。さらに蓋せなあかん、ご飯で。さらにご飯入れて。少しご飯が残ったので、娘の朝ごはんにしようと思います。目玉焼きは半熟じゃないと食べない娘はまだ寝ています。まだ起きてこなさそうなので、私の朝ごはんを準備します。オートミールを 30g、お水を 50ml 入れます。電子レンジで40秒ほど加熱します。米化したオートミールが結構好きです。皆さん食べたことありますか？もちろん納豆には白ご飯が美味しいのですが、朝から血糖値を上げないためにオートミールと一緒に納豆をいただきます。目玉焼きでタンパク質も十分。やっぱり日本食が日本人の私には一番です。ゆっくりと娘が起きてきました。
8時45分までに幼稚園に行けばいいので、あんまりストレスなく朝は準備しています。私もお母さんによく髪の毛くくってもらってたなぁなんて思い出しながら三つ編みをしていきます。こんな当たり前の日常が一番の幸せなんだと気づくことが本当の幸せなのかもしれません。今からどこ行きましょう。幼稚園。行きます。マイナス3度はもう耳がちぎれそうです。クリスマスは暖かかったのにまた一気に寒くなりました。2024年、皆さんは何かやりたいこと、逆にやめたことなどありますか？私は今年はグルテンの量を減らすことを意識しようと思っています。グルテンで体調不良になるわけではないのですが、これからも長く付き合っていく自分の体なので、自分の体に合った食事をしていきたいなと思っています。ライ麦パンは少量のグルテンが入っているらしいのですが、少量なので気にせず食べようと思います。あれもこれも制限すると人生楽しくないですからね。一番重要なのは美味しいと笑いながら食べることだと思っています。人生折り返し地点ではないのですが、もうすぐ40歳という節目を目前にいろいろと考えてしまいます。考えてばかりで頭でっかちになってもしょうがないので、今年も行動あるのみなんですけどね。今年は新しいことに挑戦し続けることを意識したいと思います。と言っても大したことではなくて、新しいメニューを注文してみるとか、いつもと違う道を歩いてみるなど、小さなことで挑戦し続けていきたいと思います。新しい発見の連続の一年になればいいなぁと思っています。さて、簡単に再販させていただいた野花セレクトセットですが、ありがたいことにその日に完売いたしました。すべて私一人で買い出し梱包しているので少しお時間がかかりますが、愛情を込めて出荷しますので、お手元に届くまで楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ドイツの空気とともにドイツの美味しいものをお届けします。1月後半にまた再販予定なので、興味のある方は私のインスタをチェックしてみてください。郵便局の後、またいつものエデカにやってきました。
真っ赤なトマト、美味しそうです。お友達が砂糖の代わりにアガベシロップを使っていたので、私も使ってみようと思います。コーヒーは結局解禁したのですが、午後に飲むコーヒーはカフェインレスにしています。ギリシャ風ヨーグルト、賞味期限が近いので安売りされています。夫がまた風邪をひいているので、のど飴も買っていきます。ドイツのレジは基本並びます。次のレジがすぐ開くことは稀です。人間の適応力はすごいものです。ドイツ暮らしももうだいぶ慣れました。そして幸せのハードルが本当に低くなりました。店員さんが笑顔で接してくれただけで幸せになる。私のドイツ語が通じた。日曜日なのにお店が開いてる。日本で生きているときは日曜日にお店が開いてくれていることに感謝なんかしたことがありません。自分がどれだけ恵まれているのか、そもそも自分一人で生み出せることなんて一つもない。誰かのおかげで生きていることに気づいて感謝できれば平和に幸せに生きれるのになんて思う今日この頃。皆さんも日々いろんな環境の中で大変な思いをしたりストレスをためているかもしれません。私の動画を見て癒された、元気をもらったとコメントを書いてくださる方もいます。私のようなただの主婦が送る Vlog が誰かのお役に立つのなら、私は喜んで YouTube を続けていきたいと思っています。優しいコメントを書いてくださる皆さんには本当に感謝しています。3月に東京でオフ会をしますとお知らせした時も、なんと80名以上の方が参加希望だと連絡をくれました。もうその時は本当に感動してうるうるしてしまいました。
心から応援してくださっている方がいるんだと思うと本当に勇気をもらいます。普段生きていてめげそうになる時もあるし、自己嫌悪に陥る時もあります。子育てや夫婦関係で心が折れそうになる時もあります。でも今の時代は SNS で共感したり共感してもらったりと SNS で励まされることが多いです。本当にすごい時代になったもんです。良いことも悪いこともあっという間に世間に知れ渡る時代になりましたね。私は16歳の時に自分でバイトするからと J フォンの携帯を持っていたのですが、あの時からすると今の時代って天国ですよね。日本にいるお友達や家族ともすぐにつながれて、テレビ電話も無料でできて、じゃあ今から10年後はどうなるんって感じですよね。ついてしまった。見てみて。いただきます。見ないよ、真っ赤。ここが赤いね。ちょっともうご飯入ってるよ。入ってんね。で、何これ。久しぶりの学校はどうでしたか？いいですぎた。いいでしょ？楽しかったね。先生元気だった？なんだよ、グッド。こっちや。なんでやねん。こっちや。全然グッちゃうやん。ある週末にお友達とおせち料理を作りました。お友達が素敵な重箱やお椀を持っていて、一緒におせち作ろうよとなりました。素敵なお皿もいっぱいです。海外生活が長くなればなるほど日本を恋しく思い、そして日本の風習や文化が恋しくなります。おせちなんてもう10年食べていませんでしたが、お友達のおかげでドイツでおせち料理をいただくことができました。お餅もある視聴者さんが日本から送ってくださいました。そのおかげでお雑煮も食べることができました。とってもお正月らしくなり、本当に幸せな時間を過ごしました。ドイツでもやる気があれば何でもできるんだと気づかされた日。これからもドイツでの暮らしをお届けしていきたいと思います。2024年初ライブもまたやりたいなと思っているので、お時間がある人はお付き合いください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。